美味しいよ。もう僕の心の晴天になりました。炊飯の量ってどれぐらい炊かれるんですか？だいたい2升。今ちょっと忙しいんで2升では多分足らなかったりする。これが8合なんですけど、それでちょうどいいぐらい。元祖四川系山椒が効いた麻婆豆腐と、極上麻婆、大和山椒とオリジナルの山椒を使った、麻婆豆腐の2種類が基本的にはランチで使ってて、その豆腐の2種類用意するような形で、極上の方は奈良の幸豊という豆腐で作った豆腐を使ってるんです。やっぱり麻婆豆腐がまあ一番人気というか。そうですね。よく出る。ほぼほぼ麻婆をうちの店は食べに来てはるんちゃうかなとか、9割90%ぐらい、9割ぐらい、まあお客さんが多分注文あるんで。まさか4種類もあると思わなかった。多分他の店でやってる中華料理屋さんないんじゃないですかね。2種類でも多分珍しいんちゃうかなとは思います。だけどもどっちかというと僕らのお店は麻婆好きな方が来られるんで、麻婆がまあ好きな方とか麻婆の自分の味が分かればいいのかなと、探してもらえればいいかなと思ってたんで4つあるんです。まあ冬になるとやっぱり牡蠣の季節になるんで、11月中旬からは牡蠣麻婆、牡蠣入りの麻婆、エクソージャンを使った麻婆を出すのがめっちゃ人気ですね。ここからだいたい春の3月ぐらいまではやってるかな。じゃあもうこれからの時期。そうですね、これからの時期、結構この10月下旬とか急に寒くなった時期になってから結構何人か常連のお客様に「牡蠣まだなん牡蠣まだなん」って言われることがちらほらあるんで、毎年結構みんな楽しみにはしてるみたいです。お
基本的には昆布だしを使ってうちのメニューはしてるんですよ。なんで中華ってどっちかというと重たいみたいな感じがあるんですけども、昆布だしでさっぱりというか軽い感じの中華にするようにはしてます。なのでお客様からもたまに重たくないねみたいな、そんな感じの話をちらほらと聞くのは多分昆布だしを使ってるからっていう形かなっていうふうには思ってます。かなり珍しいというか、ほぼ多分ないん違うかなと思います。昆布だしでその料理を作って中華で料理を作って提供してるっていうところは多分ないんじゃないかなと思います。野口の方が使うだしで鶏ガラスープと香だしで変わって昆布だしは水出しで大体1日ぐらい置かれてる。そうですね、半日から1日。お母様が昆布水を使って料理をしてたんですよ。多分もしかしたらそのイメージもどっかにあったのかもしれないです。あんまり意識はしてないですけど、今喋っててそう思いました。オイスターソース。あんまり色を濃くしたくなかったので。塩。おはようございます。お豆腐ですか。すみません、ありがとうございます。はい、お願いしおはようございますます。あ、どうも。社長さん今の社長さんです。社長さん毎朝配達してくれる。うちの店の、まあ、基本的なキーワードをすれば山椒だから結構いろんなところで山椒使ってることが多いから、普通の料理、まあ、中華の料理の中でも使わないところでも山椒結構ちょっと使ったりとか、そういうところが結構ありますね。お店の創業というか、いつ頃からされていらっしゃるんですか。ここは12年ここ。創業は12年で、あ、創業が12年か。ここに移転してからは3月で10年。あ、3月でまだ10年目やったっけ。その前はここから近いところで、まあ、屋台村みたいな場所か、まあ、フードコートみたいな場所の一角で最初はオープンして2年ぐらいで移転してきて、でここでやってます10年ぐらい。もともと独立志望全くなかったんで、あ、そうなんですか。全然なかったです。他の周りにもなんか雇われてやるが性格的には合ってるやろみたいな、親にもそうやって言われてたんで、まあけど、まあ、せっかくまあ35度かやるなら一度はみたいな感じがあって、でちょうどその時に嫁さんと結婚して子供がちょうど妊娠が分かった時にたまたまそのタイミングで言ったら嫁さんに「もうブツブツ言うんやってもやったら」って言われて「じゃあやります」ってでやったらね、やっただけなんか潰すの嫌だったんで必死のバッチで頑張りました。でまあ今ここにあるような感じです。最初はだから中華屋をするか、まあ、海鮮料理屋さんをするか、まあ、やってたんでどうするかなって迷った時に、まあ中華の店がこの辺では少なかったんで、まあ、中華がいいかなと思って中華を始めました。でそれが今現在に至るみたいな感じです。僕は麻婆好きだっていうのもあるんですけど、まあ、麻婆を食べに来てるお客様がおられるので、まあ、うちに麻婆を食べに来れば自分に合う好みの麻婆が食べれるみたいな部分もあったし、かき麻婆を作ってそれからまあ
結構それがヒットしたって言い方ですけど、お客さんの好みに合ってずーっと何年もやってるような感じです。うち使ってるのは粗挽きミンチ。これで5キロで1日分。忙しい時は1ミンチがうち麻婆です。赤身だけじゃなくて大和ポークなんで油が美味しいって言い方で油も結構うまみが強いんで、まあ、一緒に炒めてるような感じで。お酒。괜찮은데요? 괜찮은데요? 아, 네, 주다네.
極上麻婆豆腐です。極上麻婆1個です。はーい。多製天定食の中皿に変更ですね。揚げ物盛り合わせ上がりになります。これ結構柑橘の香りがする山椒になってます。
ましたあんかけ焼きそばですね。少々お待ちください。結構そうだ。お待たせしました麻婆麺のセットですね。すみません、どうもありがとうございます。今年もオードブル年末にできますか？事前にいいですか。じゃあ毎年ありがとうございます。こちらこそ。あとまた来月分の裏メニューのチケット、今日1回目ですね。押してます。どうもいつもありがとうございます。お店自体ははいよく来られるんですか？そうですね、もう月に大体、最低でも2、3回は絶対に来るようにはしてますね。初めて奈良の方に引っ越してきた時に、うちの奥さんが美味しいお店を見つけたということで、来たんですけども、辛さ、うまさ、あと香りがもう三拍子整ったこんな美味しい麻婆豆腐食べたことないっていうことで、もうそこからドハマりして、麻婆豆腐以外もね、天津飯とか、いろんなメニューあるんですけども、もうそれも全て絶品で気づいたら常連になってまして、また店主もね人がいいんで、もうそこも一押しのポイントになります。スタンプをされたりですか？はい、あれはですね、お昼来た時に、やっている、裏メニューっていうものになりまして、お昼月に2回来ると翌月、店主が作るオリジナルメニューといいますか、いろんなメニューがあるんですけども、こういう感じのものになりまして、来月こういった特別な裏メニューといいますか、それが食べれるということで、それもよく来るポイントになってます。いい汗をかかしていただいているっていう感じで、整う感じですね。もうサウナよりもこっちの方が整うかなっていう感じで、食べさせていただいてます。とても満足してます。お腹いっぱいになりました。何を頼まれたんですか？この大和牛の XO ジャン麻婆豆腐と麻婆麺です。美味しかったです。もうやっぱお肉が美味しかったです。普通の麻婆豆腐とお肉が違うんで美味しかったです。
こっちは辛さはあんまりない。辛いの好きなんです。得意なんですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。やばい、バイバイ。どうもいつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。おかありがとうけ。ございます。お待たせしました。大和牛の X ソージャン麻婆豆腐ですね。失礼いたします。当時の麻婆豆腐召し上がられたことございますか？初めてでいらっしゃいますか？こちらの麻婆豆腐なんですけれども、大和滝花などを使って当店オリジナルでブレンドしてとても柑橘の香りのする、すごい柑橘の香りのする山椒になってますので、香りが足りなければこの部分ですね、右に回してガリガリと削ってお召し上がりください。はい。
はい。でこちらですね、右下に山椒魚ついてますので、そちらで召し上がってください。はい。香りしてるわ。これかけたら。美味しいよ。あと看板。ご満足いただけた感じですかね。いや、うまいよ。だからこれだけ今言ってるのおかわりしようかな、どうしようかなってないですけど。どうもありがとうございます。お待たせしました。超うまいです。やっぱりさすがに麻婆豆腐めちゃくちゃ出ますね。あ、もう本当にそれほぼそればっかりだと。言ってたように9割ぐらい麻婆ばっかり。おいしくなかったら、ああ、返品ってですか？はい。ああ、やってますやってます。だからもし一回なんか麻婆豆腐の最初、元祖麻婆が、一応山椒が効いてるよって言ったんですけど、うちには合わなかったんで違うメニューに変えたんですけど、多分1回ぐらいありましたよ。ください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。美味しかったんでめちゃくちゃ美味しかったです。やばいっす。もうね、僕も愛を伝えると止まらないんで、ここのもう僕の心の晴天になりました。いろんなメニューがあるっていう。うんうんうん。なんでこのお仕事始められたんですか。コロナで前の飲食店が閉店してでちょっと探しててでどうせなら自分の好きな美味しいお店にしようと思ってこちらの麻婆豆腐好きだったんで、ここの麻婆豆腐になんか染まってしまってご主人さんは今おいくつになられるんですかね。店長次の1月で47になりますね。なんか奥さんがずいぶんお若く見えるんですけど。あ、そうなんですよ。まあ言ったら年バレてしまうんですけど、13歳年離れています。なんでしょうね。まあもともと昔のアルバイト先でバイトをしてたんですけど、10代の頃にその時に社員さんとして入ってきはって、まあなんか喋ってたらすごい考え方が面白いなと。なんか物事を否定することなく、誰かを否定することなく、ただでも私自身が考え方を変えるというか見方を変えるというか、そうなったらいいんじゃないかなというようなアドバイスをもらった時に、なんかこの人面白いなと思って、まあいろいろ年の差を乗り越えて。親の反対とかありました。全然ないです。ないですか。全然ないです。もう全然ないですね。ないことにしとこうか。ないことにしとこうか。私が19歳で主人が33になるのか、じゃ32になるのか。付き合って3年目で結婚しようねって言ってたら、その半年前ぐらいに実はこういう3坪の小さいスペースで飲食店を始めれるっていうのがあったので、それをやりたいって話を聞いて、まあ、せっかくやからいいんじゃないかなと思って応援したんですけど、その返事を
やりますっていう返事をしに行く1日前、前日に私の妊娠が分かりまして、まだ籍も入れてない状態で、それを聞いて本人は、いやもうそんな子供もできるんやったらそんな今から自営業じゃなくて、もう今勤めてる会社でずっと働くっていう話をされた時に、いや違うやろというか、多分数年後に絶対後悔されるなと思ったんで、あの時やっとけばよかったなと言われると思ったんで、いやもうやらなあかんやろと言ってやったのがきっかけですね。だから妊娠と開業と結婚と出産が1年でバンって1年間でバンってお腹に赤ちゃんいたり、まあその生まれたばっかりの時ってお店手伝えないでしょ？いや子供が生まれる多分12時間前には店にいましたホールに立っていましたで3坪だったのですごい小さいところで2人でやってたんで、12時間ぐらい前までは普通に働いてて、なんかちょっと調子悪いな、ちょっと帰るわって言って帰って、次の日の早朝には生まれてましたね。ちょっと産んでくるわみたいな。そんな感じですね。そんな感じですね。本当に。羨ましいわ。早っ。映りたいYouTube。なんでこんにちは。お父さんの作る料理の中で好きなやつって言いましたけど、天津飯と麻婆豆腐とあと唐揚げ。